はい、哲也です。今日はですね、河野太郎氏を総理にしてはいけない5つの理由というテーマでお話ししてみたいと思います。低空飛行を続けながらも岸田政権なんとか持ってますけども、一説によるとですね、5月の G7 かな、それを最後にですね、花道にというか退陣するという説もあります。それ以上続く可能性ももちろんあるんですけどね。そこで次の総理は誰にすべきかという議論が、今はまだ出てきませんけども、これから出てくる可能性があるんですね。そういうことをつらつら考えていたんですけども、どうもマスコミ報道と僕ツイッターやってますけど、ツイッター民との他の SNS はどうか知りませんけど、ネットをやってる人とテレビの報道のギャップが激しいなと非常に思うんですよね。1月だったかな、1月21、22日にですね、産経新聞とそれから FNN ですねが合同調査の形で、世論調査、世論調査ですねの形で、次期総理にふさわしい人は誰かということで、調査を行ったわけですよね。そうするとね、こういう結果になったんですよ。3位が小泉進次郎元環境省 10.9%、 2位が石破茂元自民党幹事長 15.1%、 そして第1位が河野太郎デジタル省 19.7% とね、僕は最初にこのメンバーを見た時にね、あれこれ総理にしてはいけないリストなのかなと思ったぐらいに、全く意外な人たちの名前なんですよね、僕にとってはね。例えば高市早苗さんが出てくるとかね、萩生田光一さんが出てくるとかね、そういうのだったらまだね、時代も変わってきたなという感じがするんだけど、小泉さん、石破さん、河野さん、小石川連合じゃないですか、まさにね。こういう人たちを本当一般国民が支持してるんですかね。なんか不思議だなと思いますよね。小泉さんなんかはまだ若いですし、若いのはいいんだけど、なんかこの発想がよくわからないじゃないですか、あの人ね。よく小泉語録とかありますよね。僕はね、朝食はね必ずね朝食べることにしてるんですよみたいなそんなこと言ってないけど、なんか言いそうじゃないですか、そういうことをね。小泉さんってそういうイメージがあるじゃないですかね。だからちょっとなというのがあるし、それから石破さんなんていうのは自民党の政権を後ろから鉄砲で撃つような、そういう発言を繰り返した人という僕のイメージの中ではそういうのがあるんですね。あとはね、中間に甘いというかね、韓国に納得するまで謝った方がいいみたいなこと言ってなかったですかね。なんか全く僕と感覚が違う人なんですよね。今派閥もね、もう縮小している状態だし、なんでこの人を総理大臣にした方がいいと思っている人がこんなに多いのか全く理解できないですね。それから1位が河野太郎デジタル省なんですよ。僕はね、この中でも、その3人とも僕はワースト3ぐらいに思ってますけども、特にですね、河野さんはもう絶対ダメだと思うんですよね。その理由を言いますとね、それは日本が今やってはいけないこと、最もやってはいけないこと5つあるんですよ、ね。他にももっとあると思いますけど、5つあるんですよね、少なくともね。今パッと浮かんだのが5つぐらいなんですけど、まず5番目、やってはいけないこと5番目、太陽光パネル設置とメガソーラーの推進。これはやっちゃいけないでしょうね。もう太陽光パネルなんて自然環境に悪いですしね。太陽光というだけだったらいいんだけど、作る工程、それから最後の廃棄まで考えると、非常に危険性もあるしね、災害大国日本では危険性もあるし、それから中国ゼノサイドに加担することもなるしね。メガソーラーに至っては自然破壊そのものじゃないですかね。そして災害が起きた時にものすごい被害を及ぼすと、で誰も責任取らないみたいなね、そういうことになりかねないので、太陽光パネル設置とそれからメガソーラーの推進というのはやってはいけないことだと僕は思っています。それから第4位ですね、コオロギ食、昆虫食みたいなものです。 SDGs かなんか流行りか知らないけれども、コオロギ食とか食べる必要あります？コオロギって戦時中の食料なんでもコオロギなんか食べるという話題にもなったことないと思いますよね。これ食べてると不妊症になるという指摘もあるわけですよね。それからアレルギー反応を起こしやすい、あるいは
プリン体がもうダントツで多いんですよ。もう普通のねプリン体のレベルじゃないですよ。なんかの表で見たんだけどね、もう圧倒的にプリン体が多い食べ物なんですね。食べ物じゃねえやこれね、食べ物じゃない、虫ですよね。虫ね、 G に近い虫ですよ本当にね、これとビール、プリン体の多いビールとね、このコオロギで、コオロギをつまみにビールを飲んだりしたらもう一晩でなんか痛風になりそうな感じですけどねそれから3番目が LGBT 法と同性婚、これにプラス選択的夫婦別姓制度ですね。これを日本に導入するとね厄介なことになりますね。先日も橋本愛さんっていうね女優さんですか、あの人が心が女という人が、女子の、風呂とかねトイレとかに入ってきたらやっぱり自分はすごく警戒するし、やっぱり怖い恐怖心を覚えますみたいな、大変申し訳ないけどそういう風になっちゃうんですよみたいな感じでね、本当 LGBT の人にものすごく気を使うような文章なんですよ。それ本当にインスタグラムかなんかに投稿したっていうことなんですけども、それで LGBT 系の人たちからなんかバーッと非難が来て、結局謝ってましたね。こんなことをしてはいけない、差別的な発言になることをもう少し気をつけなきゃいけませんでした、本当に申し訳ございません、ごめんなさいみたいなね。でこの人の僕はなんかな歌を聞いたんですよ。木綿のハンカチーフ、太田裕美さんが歌ってた歌があるじゃないですか。歌ってた時の、歌はね僕はそんなにうまいとは太田裕美さんの方がやっぱり僕は聞き慣れてるかなんか知らないけど、やっぱりこう音としては聞きやすいんですけど、この橋本愛さんの歌声、それから歌い方にはねやっぱ独特の世界観、雰囲気があるんですよね。皆さんもあれだったら聞いてみてください。やっぱり女優としてのねさすがに深い思いの表現力というのはもうすごくあると思う。だからそれだけ繊細な人だと思うんですよね。その繊細な人がやっぱり勇気を振り絞って、やっぱりでもどうしても怖いんですってね、言ったらそれは女の子としての自然な気持ちじゃないですか。でそれでもね謝らされるというね、大変な世の中になってきたなと思うんですよ。怖いでしょ普通に男性の体のした人が女性の風呂に入ってきたらね、普通にそれは怖くなると思いますよ、でそれは自然な気持ちじゃないですか。それをね LGBT 法がまだできてない段階でこういうことが起こってるわけですよね。これできたらねそれを盾に今度は条例ができるんですよね。条例ってね知ってます皆さん。懲役2年以下の刑を設定することもできるし、罰金設定もできるんですよね。刑罰みたいなものを与えられるんですよ。だから風呂に入ってきて、もし体が男性の心は女性という自称、あくまでも自称女性がですね、女性男性分からんくなったけどいいやね、入ってきてですよ、恐怖感感じました、恐怖キャーとか言ったと、罰金みたいなね、そういう世の中になる可能性もないと言えないじゃないですか。だからこれはやっぱり通しちゃいけないと思うし、同性婚もね、なんで男同士好きだったら一緒に住めばいいじゃないですか。僕はそういうのは興味もないしね、もう関心外ですけども、そういう人がいたらそうすればいいじゃないですか。権利のなんかいろんな結婚したら得られる権利っていうのがあるわけじゃないですか。そういうものも特別法律で認めて権利も継承できるようにしたらどうでしょうか。もし一方が亡くなった時にはね、そういうことはいいと思うんですけど、結婚って戸籍まで変える必要があるかどうかということですね。それから選択的夫婦別姓の問題もわざわざそれする必要がありますかと。それを望んでる人がね国民全体の何割いるんですか。過半数います？僕はいないと思いますね。本当 10% いるかどうかぐらいじゃないですか。例えば奥さんが今まで自分の旧姓で仕事をしてきて、ただ旧姓でもある程度いろんなところでね契約ができたらいろんなことができるというふうにすればいいわけじゃないですか。別に戸籍を変える必要はないと思うんですね。だから LGBT にしても同性婚にしてもですね、選択的夫婦別姓制度についても日本をね混乱させる、特に同性婚とか選択的夫婦別姓制に関してはね、もう戸籍まで変えてしまうということですね。それから同性婚はねもう簡単にですね、偽装結婚、外人との偽装結婚で帰化容易化ということにもつながりやすいのでね、僕は非常に警戒しています。それから日本が今やってはいけないこと第2位、外国人に参政権を付与することです。外国人に参政権を付与するとやっぱりねその外国人たちが一定の力を持ちますからね、その人たちの意見を反映した国になっていくわけですよ。僕はあくまでも日本国民、帰化した人も含めてですよ、日本国籍を持った人で
この国を作っていくべきだと思ってるんですね。日本国籍を持たない、最終的には外国に帰ったり、あるいは外国に忠誠を誓うような人が日本の国の在り方とか方向性とかね、そういったものを決めるべきではないと思うんですよ。税金払ってるからどうのこうのとか言いますけど、税金は行政サービスに対する対価ですから、これはやっぱり日本国民に与えられた参政権、あるいは被選挙権にしてもですよ、やっぱりこれは日本国民に与えられた権利です。で、日本国民が日本の国を作っていくというふうにしないといけないと僕は思います。だから外国人に参政権を与えるという考え方は全く僕は反対なんですね。それから極めつけ、日本が今最もやってはいけないこと、移民促進ですよ。移民をどんどん入れることによってね、日本ではだんだんなくなってくるので、僕はね、移民がどんどん増えれば増えるほど、今でもほら外国人犯罪って多いじゃないですか。結構凶悪犯も多いしね、治安が悪化していきますよ。日本の一番素晴らしいところ、外国人に聞いたらどこが一番素晴らしいって言ったらね、男性の、僕アメリカ人の男性のね、この間話したんですけど、やっぱね、治安がいいっていうのはめっちゃ嬉しいよとね。アメリカだったら、治安の悪いとこだったらもう男性でもですよ、午後10時以降は出歩かないよと、出歩きたくないよって言ってるんですね。海外そういうところ結構多いですよ、ね。日本は、女の子でもね、僕は以前夜中にちょっと喉乾いてね、飲み物を買いにコンビニに行ったんですけども、その行く途中でですね、若い女性が一人で歩いてました。もう普通にね、日本でやっぱりいい国だなと思いますよ。そういう時にね、海外の人ではもう考えられないということなんですね。そういう治安が悪化するし、また価値観の違う人たちじゃないですか。全く価値観の違う人たちですよ。日本人というのはね、例えば大きな試合とか、オリンピックとかの時でもですよ、あるいはワールドカップの時でもね、自分たちが出したゴミはね、ある程度自分たちで片付けて帰るというような、そういうところあるじゃないですか。立つ鳥あと濁さすだったかな、なんか忘れたけど、そんな感じのねところが日本人にはあるでしょ。もう外国人がたくさん住んでるとかもめちゃくちゃに朝ゴミが散乱してるとかね、そういう、映像をよく見ますよね。日本全体をそんな風にしたいんですかということですよ。ここでね、誤解をしないようにしていただきたいんですけど、僕は移民全体がダメだとか、あるいは外国人は全部ダメだとかね、そういうふうに言ってるわけではありません。外国人、移民の人でもですね、日本人に非常に馴染んでる人もいるし、価値観も同じような人、あるいはそれ以上にね、日本人より素晴らしい人もいるでしょうしね、これはもう人にねよると思うんですよ。だから僕の持っているその移民のイメージは、ヨーロッパとかね、あるいは日本でもその移民の人たちとか、あるいは外国人が住んでいるところの、これ一部かもしれませんけどね、悪いイメージが僕の中には結構先行しているということだけなんですよね。そして移民というのはできるだけ給料とかを安くするために、入れてる部分もあるという話もあってね、日本の労働分配率を下げちゃうんですよ。これ、賃金を上がらなくする一つの方法でもあるんですよね。だから移民政策というのはね、移民絶対全然入れるなと言ってるんじゃないですよ。これを促進するのはやめましょうということなんですよね。そこで河野太郎さん見てみますと、今言った5つのこと全部前向きに推進する派なんですよ。わかります？だからこの人が総理大臣になったら、これからの連絡は全部 TikTok でいこうかみたいなねえ、もう中国に自分の親がやってる、それにどこまで関与してるか知りませんけども、ご自分はね、そういう中国にある会社の経営者の家族でもあるわけですよね。特に移民に関しては門田隆翔さんがこんな風なツイートをしています。中国で拡散中の河野太郎氏移民歓迎発言、これはどういうことかというと、河野太郎さんが発言した内容が中国語に翻訳されてね、要するに字幕がついてね、中国人が SNS でいっぱい見てるそうなんですね。非常にすごいなと言ってね、みんな感心して見てるそうですね。最初はまず永住権を取ってください、いずれ国籍取って日本人になってください、これ河野太郎さんが言ってるんですよ。最初はまず永住権を取ってください、いずれ国籍取って日本人になってください。新しい日本人をどう作るかという議論で、今やるべきは移民議論。今だいたい 1.76% ほど外国の人がいます。これを 4% に、その上で政策の是非を議論するということとね、中国で話題沸騰恐ろしいというふうに門田隆翔さんがおっしゃってますけれども、
そうそう、これにあえて付け加えるとね、河野さんは二重国籍も認めるべきだという発言もしていました。移民大国にして国防動員法や国家情報法のある国、つまり中国の国籍と日本の国籍の両方を持った人が大量に増えたりしたらどうなりますか？恐ろしいことになりませんか？この移民政策を含めてですね、今言った5つのこと、このことをですね強力に推進しようとしているのが河野太郎さんです。これはあくまでもね僕の個人的意見でありまして、僕と違う意見の人がいても全然 OK ですよ、ね、河野太郎さん大好き、なんかバランスボールに乗ってふにゃ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 ってしてる姿が可愛いとかね、そう思ってる人がいてもいいと思うんですよ。僕は思わないんですけどねそれでね、今日ツイッター上でアンケート調査をしてみたんですよ。そのアンケート調査っていうのは何かというと、ツイッター民というかね、SNS 上ではどのような評価になってるんだろうか、河野太郎さんに対する評価はどうなのかなということを、思ってアンケート調査をしてみたわけですね。でその時の対抗馬としてはですね、今自民党の安倍派の中核になっている萩生田光一さんですね、非常に発言力もあって、菅さんはですね、一押しは河野太郎さんなんだけど、自民党内全体をまとめるにはですね、萩生田さんを一回かましてもいいかなと思ってるような節があるそうです。僕はちょっと取材もしてないんで分かりませんけども、それで、萩生田さんという声も出てる。僕は本当は高市さんが好きなんだけどね、高市さんは一匹狼的なところがあって、なかなか現実性が、安倍さんがね亡くなった後はねちょっと現実味が、つまり高市総理ということについては現実味が薄れているということもあるので、今言われている萩生田さんと比べてみたらどうかということで、ちょっと気が早いですが、仮に下記の2人だけが次の自民党の総裁選に出馬したとしたら、あなたはどちらが次期総理総裁にふさわしいと思いますかという質問をしました。そうするとですね、これ3時間の、時間制限の中で回答してもらうということにして、ざっくり言うと河野太郎さんが 1% ちょっとで、萩生田さんが 98% 以上というふうになっているということなんですね。これを見て、産経新聞、FNN の調査、あるいは毎日新聞その前にあったのかなとは全然違うツイッター民の考え方というのが分かって、僕は安心したんですけど、いつも言ってるように僕のフォロワーが多いということもあるので、SNS のあるいはネット上の全体の声がこうなっているのかっていうと、それはよく分かりませんけどね。でもこれに近いんじゃないかと思うんですよね。少なくとも1位河野太郎というようにはならないだろうと僕は思っています。そういうことでね、河野太郎さんだけは石破さんもダメだし進次郎さんもダメだと僕は思うけれども、特にですね河野太郎さんは総理大臣にしてはいけないんじゃないかというふうに思います。産経でさえこれですからね。僕の知人の中には河野さんを推してる人もいますけどね、河野さんは親しみやすいし、英語もできるし、ズバッとものが言えるし、突破力があるからぜひ総理大臣になってもらいたいっていうわけですよね。そんな意見があってもいいと思いますよ、全然。マスコミはどうも河野太郎さん推しのようですけども、我々はですね、いろんな角度からね、今僕が言ったようなことも含めて、我々一般国民はしっかりと今後の動きについて、注視していかなければならないんじゃないかなと思っています。あなたはどうお考えでしょうか。ではまた。Good luck。 目覚めよ日本人。今回のようなお話に興味のある方はぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。